こんにちは、高森です。今回はですね、INFJ ってなんかぼやっと反応しがちというか、何でもいいよねとか、はたまた、なんか一旦クッションを置くような、和らげるような表現して会話しがちかなと思うんですけど、そこの感覚について話そうかなと思います。で、ここの言い切らない感覚っていうところなんですけど、結論から言うと多分 INFJ って自分以外の感性を尊重したいみたいな感覚がベースにあるので、言い換えると自分以外の価値判断基準が世の中にはいっぱいあるっていうことをよく理解していて、言い切ることは難しいっていうところがあるんじゃないかなと思いますね。物事を多角的に捉えていて、いろんな価値観があるから、そういう場合もあるよね、ぐらいのスタンスで話を聞くっていうのが、中心にあるんじゃないかなと思います。結構世の中ってグレーかなって思うところも私自身もありますし、01でね、判断できることってなかなかないんじゃないかなという感覚があるので、そういったいろんな可能性を排除しないというか、しきれないっていう性質もあるかなとは感じてるんですけれども、そういったような価値観があるので、そういうこともあるよねとか、断言しないっていうかね、ぼやっと煙に巻くみたいな話し方をしがちなのかなというのは思いますね。あとはちょっと別の観点で話してみると、特に自分の感情とか考えていること、価値観みたいなことに対しては正しい表現を見つけて、それを正しく相手に伝えたいみたいな感覚もありますね。なかなか日本語も難しいなと思うところがあって、相手にね、一位に伝わるような表現をするっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。私自身も結構この辺苦労していて、自分のまだ言葉になっていないような感情とか価値観みたいなところって、当たり前ですけど言語化できてないので、相手に正しく伝えることって難しいなっていう感覚があるんですよね。だからなんかそういったところをつつかれた時は、そんな感じするんだよね、みたいな、何の参考にもならないような話し方をしがちかなっていうところはありますね。あとはですね、これも私の悪いところかなとは思うんですけれども、なんか具体的なね、言語化すると陳腐化してしまうというか、なんか自分の中にある感情みたいなものをですね、具体的な形に落とし込むと、なんか価値が下がっちゃうような感覚がありますね。逆に言うとなんか言葉にしない意思疎通みたいなね、なんとなく分かり合えたみたいなところに価値を見出しすぎているっていうところもあると思うんですけれども、そういったところもあってね、私自身結構言語化は得意な方かなとは思うんですけれども、そういったね、感覚も持ち合わせてるっていうところで、言語化することに対して、ちょっと陳腐化しちゃうかなみたいな感覚はすごいあるっていうところはありますね。あとは、余談なんですけど、余談なんですけど、言語化が私得意な理由としては、エニアグラムのタイプが Going4 って言って、結構 INFJ の中で理論派っていうところもあるんですよね。なので INTJ と間違われがちな時もあるんですけど、そういったところもあって、INFJ の中では比較的理論派のパーソナリティって思っていただければいいんじゃないかなとは思います。エニアグラムのタイプがね、タイプ1とかタイプ2の方とかはね、全然ね、違った印象を受けるんじゃないかなというか、もっと人当たりがいいとか、ふわっとしている、理論派じゃなくて情緒に振っているみたいな印象を受けるかもしれないですね。というわけでですね、今回は INFC がふわっとした話をしがちというかね、口調になりがちっていうところをですね、私 INFJ なんですけれども、その視点から話してみたという感じですね。この動画を見てる INFJ の方もね、結構ふわっとした話しがちなところあるんじゃないかなと思うので、ちょっとそのあたり教えていただければ嬉しいなって思います。ご視聴いただきありがとうございました。